皆さんこんにちは、シライムです。今日はですね、皆さんからいろいろコメントとかで要望がありました。その質問のコーナーをやってみませんかとかやってほしいですかっていう声がね、いろいろありましたんで、今日はそれをやっていきたいと思います。イエイドン。シライムチャンネル。本当に一人でただただ皆さんの質問に答えていくだけというね、回でございますけれども、 YouTube から僕のことを知ってくださった方もいると思いますので、改めまして自己紹介をさせていただきたいと思います。白井祐介、34歳、あだ名はシライムです。声優をやっております。声優今年でデビュー10年目になります。そこそこ売れてると思いますまだまだとはいえひよっこなのでね、もっともっとたくさんの作品に出ていきたいと思っております。サッカーチームの、イングランドのプレミアリーグのリバプールというね、チームの熱狂的ファンでありつつも、緑をこよなく愛する緑をこよなく愛する声優でございます。はい、ということで、こんな感じでざっくりですけどいいですかね。そういうなんかその僕のことについて改めてその質問とかもいただいてますんで、今日はそれを一つずつね紹介していきたいと思います。一応30個に厳選したものをね、今回やっていきたいと思いますんで、皆さんもなんかそれこそあれですよ、お酒とか飲みながらさ、なんか座談会みたいな感じでやりましょう。僕も珍しくお酒買ってきちゃいました。もう普段飲まないけど、最初はやっぱほろ酔いで、乾杯していきましょうか。では皆さん乾杯。美味しい、やっていきたいと思います。まずですね、アフレコで一番難しいことは何ですか？そうですね。緊張感は独特な緊張感がありますよね、アフレコって。アニメのアフレコはもう何人か全員一気にその話数に出てくる人が集まって撮るんですけれども、やっぱ本番は物音を立てちゃいけないわけじゃないですか。その雑音が入ってノイズになってしまって、それがセリフを言ってるところで入ってしまったらリテイクというか撮り直しになってしまうので、本番中は本当にその張り詰めた空気感というか、本当にシーンとして物音を立たせないでこう進行していく。でもその中でこう立って座って移動してマイクに入ってっていう動作があるから、すごくね、張り詰めた緊張感がある独特な現場ですね。だからその緊張になれるっていうのは新人の頃とかは大前提というかあったのかなと思いますね。今でも緊張するもん。アフレコの段階で我々が見ながらやる絵って完成されてないものがほとんどなんですよね。中にはもう本当に表情もわからないぐらいの、コンテというか、完成された絵と自分が表現したものとちぐはぐになってしまうことがすごく難しいですね。もちろんそのスタッフさんとかがフォローしてくださったりするんで、ここはこういう表情になる予定ですとか、ここはこういう風な流れなのでこういう勢いで行ってくださいとか、そういう指示をいただいたりするんですけど、それでもやっぱこう合わない時とかがあるんで、これが難しいところですよね。そのギャップをどれだけ埋められるかっていうのがね、今後の課題かななんて思いますけど、一問でこんなに時間かかっちゃダメか。もっとポンポンいこう。ライブの時にキャラごとに雰囲気が全く違うのがすごいと思うのですが、憑依するにあたって気をつけていることなどありますか？そうですか？雰囲気違うって思ってくださるのはすごくありがたいです。それはキャラクターみんなそれぞれ違いますんで、なんかね、ステージに立った時というか、もうその現場に入った時にもうそのキャラクター作品のなんかモードに入ってるというか、もちろん周りもね、その作品ごとに共演者違いますし、そこになんか身を投じた瞬間に、今日は役のモードって自然とこうなんか脳がスイッチングしているというか、そんな気がするなーっていうのは、ステージ上での振る舞いはでもやっぱ意識してるところはありますね。このキャラクターだったらこんなになんか元気に、踊ったりしないとか、なんかちょっと脱力系だったりとか、逆にこのキャラクターだったらもっと元気に明るくぴょんぴょんするかなとかっていうのはいろいろあるんで、そこはちょっと意識しつつ、だからその範疇を超えないっていうことが大事だと思いますね。そこが難しいですよね。キャラクターの枠を超えないでどれだけ表現できるかっていうところですかね。続きまして、自分が声優の道を選んでなかったらどんな職業についてたと思いますか？保険は実家。保険って言ったら失礼だけども、最悪も最後の手段ね、家がある。
っていうのはすごく安心感が逆にあったかもしれない。まあだから好きなことをこうやれてるのかなっていうのも思うきっかけというかスタートがねですかね。まあでも漫画家さんとかにもねなりたいなって思ってた時期がありましたけどね。漫画描いたりとか中学校の時とかもう授業中ずっと漫画描いてたから大体ね4ページまでで終わる漫画4ページ目ぐらいまで行ってああダメだ俺もう描けないってなってまたなんかこう別の作品というか別のキャラクターを描くのが好きだったかもしれない。そして白井さんはめちゃくちゃやる気がない時にどうやってやる気を出していますか？めちゃくちゃやる気がない時にまずね起きるのが苦手というか朝がめちゃくちゃ弱いからだけどもう起きないと現場行かないと怒られちゃうから怒られちゃうとかもう仕事は楽しいんですよ。やれば行ったら楽しいんだけど行くまでがやっぱ大変なんだけどやる気がなくてもだからいやいやでもやってみることですよね。多分やってみたら意外とそうなんとかなるもんですよ。多分ね。はい、続きまして声優を目指すにあたって大事なことやアドバイスがあれば教えてください。まあ声優に限らずですけどもう諦めないってことだよね。続けるってことだな。いや僕も声優デビューするまで結構回り道して4年間全く箸にも棒にも引っかからずオーディションにも受からずっていう日々がありましてとても声優の仕事だけじゃ食っていけないっていう時があったんだけど続けることができたのはなんとかなるだろうなっていうのがあったから自信持ってやったらそれが推進力になってさこう前に進んでいける気がしますよ。なんかちょっといいこと言ってる気がする。今まであんまり言ったことない言葉だったな。ちなみにチャンネルに出てくる緑のキャラクターに名前はありますか？緑のキャラクター白井部くんかな。緑のそっか緑で書いてあるもんね。あれ白井部くんって言います。 YouTube から入った方というかじゃなくても知らないよね。僕が作ったんですよあれオリジナルキャラクター。好きなスポーツや得意なスポーツはありますか？サッカー大好き。もうだから本当にね早くリーグ再開してほしいですね。得意なスポーツはボーリングかな。ボーリング場で働いてたことがあったんでバイトで夜勤終わった後に好きなだけ投げていいかったんですよ。営業した後それで結構投げててマイボールを持つとね途端に上手くなります皆さん。いやほんと曲がるのこれがすごい曲がるの。200なんてあっという間にいきますよマイボール持ってたら。はいボーリングです。リバプールを好きになったきっかけは何ですか？これはねもともと好きになったきっかけはね何年前だ ?15、6年前かな。そんな前か。そうだよね。そんな前か。チャンピオンズリーグっていうね、ウェハチャンピオンズリーグっていうヨーロッパの各国のリーグのトップ3とかトップ4の、各国の上位チームが集結したもうスーパー夢のようなリーグがあるんです。本当にだからヨーロッパのチャンピオンのクラブを決めるっていうね。そこの、イングランドの枠からリバプールも出てますね。あれ電池が切れそうか？あれはい、続いて何フェチですか？緑フェチです。外出自粛が解けたらロケしてみたい場所はありますか？なるほどね。ボーリング場でボーリングしたい。ちょっと弱いな。フットサル場がいいんじゃないの？声優友達と一緒にやっぱフットサル定期的にやってたんでそこに行ってもカメラ回しちゃう。いい絵が撮れそう。平井さんのモーニングルーティンを知りたいです。朝起きてまずシャワーを浴びますね。で結構もうすぐ現場に行くかも。家では何も食べずに行きますね。朝ごはんとか現場に行く途中のコンビニで簡単な軽食とか買って行くって感じかな。朝早い時は野菜スティックとか食べるね。とかミニトマトとか。朝はそんながっつりとは食べない。ヨーグルトとかも食べる。続きまして白山チャンネルのリスナー名は何て言いますか？いつも動画楽しみにしてます。ありがとうございます。リスナー名ってこれ YouTube でもあるのかな？いるのかな？ラジオとかだとねリスナー名決めるのが結構マストみたいな感じになってますけどなんでしょうね。白山チャンネルだからあれじゃない？シライマーじゃない？アイスクライマーみたいな感じでシライマーじゃない？このような狂気じみた企画はどうやって生まれるんでしょうか？
狂気はないですけどね。ちょっとよくわかんないですけども。結構パッと思いつきな時もあれば、結構だから今はほんと時間があるので、そういう意味ではやりたいこととかすごく考える時間があるので、いろいろこう、他の YouTuber さんとか参考にさせていただくこともありますし、ネットとかで調べて、あ、これだってなって買ってっていう感じですかね。 YouTube 企画で100万円を提供されたら何使いますか？ 100 万で、そうだよな、どれだけのゲストを呼べるのかっていうやつじゃない？だからギャラですよね。この人は何万でしたとかで言えないけど、どれだけのゲストが呼べるのかっていう、お金じゃない部分もあるんでなんとも言えないですけどね。あとはなんかね、ガチャとか課金とか、いやー課金100万えげつないな。なんだろう、それを元手に株をやってみるとか、いや難しそうだな。いや全然現実味がないけど、好きな YouTuber さんやコラボしてみたい YouTuber さんはいますか？あ、YouTuber さん、僕ね、もともとね、あれです、マックス村井さんのね、YouTube はね、ずっと見てたんですよ。まあ、そうっていうのも、パズドラをずっとやってたっていうのもあって、結構見てたんですよね。だから、マックス村井さんかな。マックス村井対マックス白井みたいな感じでね。おこがましいけども。めちゃくちゃ有名な YouTuber さんとはコラボしてみたいなと思いますけどね。誰が合いそうですか、逆に。ちょっとそれ教えてほしいな、なんて思います。はい。今後ゲストに出てほしいなとシャイムが思っている方を教えてください。今後ゲストに出演してほしい。まあそうですね。まあ基本的にはもう声優さんで僕の友達というか知り合いの方をお呼びすることが多いので、誰だろうな。でも逆にあんまり話したこともないというか、そんなに接点のない人をむしろいきなり呼んでみたさはある。ちょっとむしろ逆にこれから仲良くなりたい人とか、そうだね、福山潤さんとか来てくれたらめっちゃ盛り上がりそうだな。いや最近全然会ってないんですよね。だから久々に会いたいなっていうのはあるな。福山さんお待ちしてますシャイムチャンネル開設後、周りの方から何か反応はありましたか？結構ね、あれですよ、みんなに言われる。あ、白さん YouTube 始めたんですねとか、始めるんですね、おめでとうございます、見ますみたいなとか、結構ね、スタッフさんとかも見てますっていう方がいらっしゃったりとかして、すごく嬉しいですよね。同じ現場で共演したその声優さんとかからも、動画編集とかどうやってるのとか、いろいろ聞かれたりはしますね。いや、すごいね、勢いね、とかっておっしゃってくださいますけど。続いて、声優のお仕事と動画撮影の時間で毎日大変だと思うのですが、白井の睡眠時間ってどのくらいなのでしょうか？ショートスリーパーですか？これもうね、現状に関しては声優の仕事がむしろね、危機的状況に瀕しています。僕もご存知かもしれませんけども、もう土日はやっぱイベントができない状態じゃないですか。声優に限らずですけど、平日もアニメのアフレコも全部ほぼないと思います。今こう密に接するところなんで、密閉空間でね。だからもうそれはないですし、ラジオもかろうじであるって感じですかね。もう声優に限らず、もう生活厳しくなってくるんで、こればっかりは難しいところですよね。もう早く収まってほしい、ただただそう願うばかりでございます。はい。あとは白芋にとってのコーラは何ですか？エナジー。白井さんの好きなおにぎりの具は何ですか？明太子マヨネーズ。最近は出てないんですけども、明太子マヨネーズのね、おにぎり大好きだったんだけど、早く復活してくれないかな。続いて、髪染めたりピアス開けたりしないんですか？髪を今染めたら、俺はもう死んでしまう。髪の毛がもう死んでしまうのだ。プロフィールには身長174センチとありますが、現在の身長は何センチですか？これね、しばらく身長測ってないから分かんないんだけど、俺もね、174センチではない気がするの。もっとある気がするんだけど、ちょっとどうしよう。今ちょっと測ろうか。これならいけるんじゃない？いきます。ちょっと待って、これ自分でこうしたらいいの？こうしたらいいのか。ちょっと待って、ちょっと待って。どうしたらいい？俺176ある！やったー！やったじゃん。今測ったとこ176ありました。やった嬉しい。ちょっとプロフィール書き直そう。やったぜ。どの程度薄毛が進行したら植毛を始めますか？いや、もうね、もう取り掛かりたいよ。もう施工したいぐらいですよ、本当に。いや、来てます。
来てます。YouTube さんからも銀の盾もらいましたか？これまだなのよ。まだ、レスポンスがないんですよね。まだ来てないんですよ。ちょっと、早くちょうだい。銀の盾ちょうだい。白石さん、お酒飲むと顔が赤くなりやすいですよね。お酒弱いのでしょうか？どれくらい飲めるのか気になります。お酒弱いです。なんなら僕、さっきほろ酔いまだこれ1貫開けてないですけども、さっきのなんか、身長を測ってたのをね、ご覧の通り、もうちょっと来てます。顔ももしかしたらちょっと赤いかもしれない。もう結構終盤ですね。白井さんがもし女の子になったらどういうタイプの男の子と付き合いたいですか？なるほどな。やっぱ男らしい人がいいんじゃないですか。頼れる人というか、スマートだけど男らしいっていうのがいいのかもしれない。それはある種自分がそうなりたいなっていう憧れの意味もある気がする。はい、続きまして、もし女性だったらお付き合いしたい、結婚したい男性声優さんっていますか？っていうことは、僕が女性だったらってことですね。まあ今さっき言った話だとスマートで男らしいっていうところになるわけじゃないですか。梅原雄一郎しか出てこないよねでもなんかね、梅ちゃんはそれ以上に変態性を秘めてそうなんだよね。結構田丸くんとかね、いいかもしれない。僕は女だったよ。すごいスマートだし、男らしさもある、優しさもある、誠実そう、なんかすごくいい男だよね。そうなると田丸くんってことにしとこうかね、同い年だし。小学生中学生の頃からイケボだったんですか？かわいい質問じゃないか。小学生の頃なんてこんなだよ俺。中学生になったらこれぐらいかな。少なくとも小学生の頃はまだ声変わり前だからもっと高い声でしたよね。中学校になってから声変わりしていって、ただその時もっていうか別に今もイケボというよりかはなんか響きが増えたっていうのありますよね。僕今の事務所に入ってからだと思います。今の事務所に入って基礎的な練習、発声練習、腹筋はめちゃくちゃひたすらやってたんですよ、うちの養成所は。今ちょっと実践してみようか。こう足上げ腹筋になる。この状態であえいうえおあおとかもうプルプルしてるウイロウリとかね、拙者親方と申すはお立ち会いのうちにご存知のお方もございましょうっていうのをすごい大声でやりながらずっとこの状態をキープしてやるのよ。もうしんどくてたまらない。お酒が入ってる状態で腹筋とかやるもんじゃないわ。仲いい声優さんやよく連絡を取る声優さんは誰ですか？エナジー最近はね、木村昴くんは結構あれですね、この番組にも今まで出てくれたし、快く引き受けてくれて、コーラあんな得体の知れない飲み物を飲んでくれてっていうのがあって、その後もツイッターのね、ちょっと上げさせていただいた歌つなぎっていうので、昴くんから僕にバトンが渡ったわけですけども、その時も昴くんも僕を頼ってくれてっていうのがあって、結構だから最近はなんか昴くんとの距離は縮まってきてるかな、仲は深まってきてるかなっていう気はしますね。千葉賞もね、このゲストに YouTube しなみチャンネルゲストに来てくれて、すごく気さくな感じ、もう10歳の年齢差を感じないぐらい、千葉賞も全然気使わないでいてくれるし、俺もなんか気使わずに接することができるから、すごいね、接しやすい千葉賞は。最後、白井さんが緑を顔で表すとどんな顔になりますか？白イムチャンネル。ということで、結構なんかまったりしてのんびりやりましたけども、またなんか定期的にというか機会があったらやりたいと思いますんで、
その時はね、また募集をかけたりなんかしますので、皆さんね、お答えしていただければと思います。はい、楽しかったな楽しかったな、よかったな、緑だったなっていう方は、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。他の動画もね、いろいろ上がっておりますんで、合わせて楽しんでみてください。じゃあみんな、元気を出していこう。またね。You never walk alone. バイバイ。